今回は秋田県で長く愛されている郷土菓子バター餅の作り方をご紹介します。お餅なのに時間が経っても硬くなりにくく、口に入れるとバターの香りが広がるおやつです。お正月のお餅を手軽に楽しめるレシピですので、最後までごゆっくりお楽しみください。まず前半でオーソドックスなバター餅を作り、後半ではバターや卵を使わずに作りたい方に向けたアレンジバージョンをご紹介します。切り餅を4個用意します。切り餅は1個 50g なので合計 200g。 丸餅だと1個 30g くらいの場合があるので、お餅の大きさによって調整して作ってみてください。まずはお鍋にお餅がかぶるくらいのお湯を沸かします。お湯が沸騰したら切り餅を4個入れましょう。火加減は中火と弱火の間くらいです。ここから3分ほど茹でていきます。レンジで作りたい場合は耐熱ボウルにお餅と水を大さじ4杯入れ、ラップをふんわりとかけて600ワットで2分半ほど加熱しましょう。3分経ったらお餅の中心にお箸を刺してみてください。中心でお箸がすっと通れば芯まで柔らかくなったサインです。まだ硬かったら柔らかくなるまで追加で茹でてください。茹で上がった後にお湯の中でお餅を放置すると溶けてきてしまうので注意です。お湯を流したらゴムベラや木ベラで練っていきます。ぐるぐる回すというよりは押し付けるようにしてこねていくイメージです。混ぜていくとすぐにまとまってきます。ここにお砂糖を大さじ3加えます。今回は甜菜糖を使いました。大さじ3は甘さ控えめなので、大さじ4から5杯くらい入れるとしっかり甘くなります。バターは 10g。 今回は有塩バターを使用しましたが、無塩バターの場合はここで塩を1つまみ入れてください。ほんの少しお塩を加えることで甘さが引き立ち、より奥行きのある味になります。ここでも押さえつけるようにしながら混ぜていきます。バター餅とはその名の通りバターを使うのが特徴で、お餅にお砂糖、バター、卵黄などを練り込んで作られる秋田県の郷土菓子です。バターとお砂糖を使っているため、時間が経っても比較的硬くなりにくく、おやつとして親しまれています。最初は混ざりづらいんですが、混ぜているとだんだんお餅が滑らかにまとまってきます。お砂糖とバターが溶けたら次は卵黄です。卵白は使わないので分けておきます。卵をお茶碗に割り入れ、スプーンで卵黄をすくえば簡単に卵黄と卵白を分けられます。使わなかった卵白はお味噌汁に入れたりオムレツなどで召し上がってください。この卵黄を加えることでバター餅特有の綺麗な黄金色に仕上がります。
もし生地が緩くてまとまりにくい場合は片栗粉を小さじ1ほど足してみてください。卵黄が混ざったら仕上げです。弱火にかけながら押し付けるようにして練っていきます。何度か試作して気づいた大事なポイントです。最後に弱火で練り上げることでしっとり滑らかなバター餅になります。弱火で練ることでお餅にツヤが出てきます。仕上げに加熱することで卵黄にもしっかり火が入り日持ちしやすくなるメリットも。火にかけながら練る前と比べると滑らかさが違います。バットなどの平らな容器に打ち粉用の片栗粉を広げます。型がない場合はラップに包んで成形するだけで大丈夫です。ラップの場合も打ち粉をしてください。クッキングシートは打ち粉なしで大丈夫です。側面にも打ち粉を塗っておきましょう。バター餅を移したらゴムベラで平らにします。お餅がくっついて作業しづらい場合はゴムベラを水で濡らすとくっつかなくなります。表面にも片栗粉をまぶしたら粗熱が取れるまで待ちます。すぐに食べることもできますが切りやすくするために冷蔵庫で1時間ほど冷やします。次は卵とバターなしのバター餅風を作りたいと思います。工程は先ほどと同じです。今回は少し糖質を抑えられるようお砂糖の代わりに羅漢果を使用します。羅漢果は体内に吸収されにくいため血糖値に影響しにくいとされる甘味料です。お餅は血糖値が上がりやすいため糖質量を抑えたい方の選択肢としておすすめです。今回は卵黄とバターの代わりに無糖のピーナッツバターを入れます。練りごまで代用可能です。卵黄とバターを省略するとバター餅特有の黄色い色味やコクがなくなってしまいます。そこでピーナッツバターを加えることで色味、しっとり感やコクがプラスできるので卵アレルギーの方や乳製品が苦手な方にも作っていただけると思います。ピーナッツバターは大さじ 1.5 杯、お塩も1つまみ入れます。お餅になじむまで押し付けながら混ぜ合わせていきましょう。今回は滑らかなタイプのピーナッツバターを使いましたが、粒感があるタイプを使えば食感も楽しめそうです。こちらは卵黄を入れていないので早い段階から火にかけて練り合わせても問題ありません。お餅が硬くて練りづらかったら水を大さじ1ほど加えてみてください。打ち粉をした容器に移します。ゴムベラや手で平らにしたら表面に片栗粉をまぶします。冷蔵庫で1時間くらい寝かせましょう。
1時間経ちました。側面と底を剥がします。お好みの大きさに切り分けていきましょう。バター餅とピーナッツバター餅の完成です。バター餅からいただきます。バターの香りと卵黄のコクがお餅を洋風なおやつに変えてくれています。こちらはバター餅と味わいは少し違いますが、コクやしっとり感は同じような仕上がりです。羅漢化で作ったので茶色くなってしまいましたが、ピーナッツバターと甜菜糖で作るとどの程度色味が近づくのか試してみました。少し茶色みがかっていますが、とても似ていると思います。片栗粉をかければさらに見分けがつかないほどに。少し和の要素も感じられるので、こちらの味わいが好みの方もいらっしゃるかもしれません。こちらは最後弱火で練り上げなかったバター餅なんですが、中にお餅の塊が残ったりと滑らかさに欠ける仕上がりでした。最後の練り上げが仕上がりを左右するので少し大変ですが、ここは頑張りましょう。保存する際はラップに包んでおくと乾燥を防げます。今の季節は常温で 2,3 日持ちます。冷蔵保存で1週間ほど日持ちしますが、冷蔵庫に入れると翌日には硬くなりやすいため、常温で早めに召し上がるのがおすすめです。硬くなってしまったらレンジやトースター、フライパンなどで温めてから召し上がってください。今年はこの動画が最後になると思います。今年もたくさんご視聴いただき本当にありがとうございました。来年も毎日が楽しくなるような料理の動画をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。最後までご視聴いただきありがとうございました。